こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は助成金補助金について解説をしていきたいと思います。最近は子育てと仕事の両立というのが非常に重視をされるようになりました。そしてそういった職場環境の整備がされていない会社は求職者から選ばれないという状況が生まれつつあります。そんな中でくるみ認定の取得を検討している会社も多いのではないでしょうか。子育てと仕事の両立ができる職場環境の認定制度になりますけれど、こちら厚生労働省で行っているものですけれど、認定の取得にあたって特に助成という制度はありませんでした。ただですね、今期間限定でこのくるみ認定の取得促進のために取得において助成制度というのが設けられておりますので、その制度について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、今回くるみ認定の取得にあたって助成金を支給をするのは厚生労働省ではなく子ども家庭庁という形になります。中小企業子ども子育て支援環境整備事業、通称くるみん助成と言われるものなんですけれど、こちらの概要についてまずは見ていった上で、助成対象となるくるみん認定とはどういったものなのか、ここもですね、近年、制度変更というのがいくつかありますので見ていきたいと思いますが、そしてこのくるみん認定取得をした後でどういった助成金が支給されるのかを見て、最後に注意点とまとめをしたいと思います。まずは新子育て安心プランということで、子ども家庭庁が出しているプランになりますけれど、子ども家庭庁の方で出しているものが大きく3つですね。地域の特性に応じた支援を行っていく、そして魅力向上を通じた保育士の確保、そして地域のあらゆる子育て資源の活用という3本柱でプランを作っております。今現状ですね、待機児童問題といったところがありますけれど、2023年4月現在では5年連続減少という形で約今2600人という状況になっております。そういった中でこの新子育て安心プランの3つ目、地域のあらゆる子育て資源の活用というところにですね、育児休業等取得に積極的に取り組む中小企業への助成事業の創設というのがあります。こちらがですね、今回ご紹介をする子ども助成金という形になってきます。では具体的にもう少し見ていきたいと思いますけれど、中小企業子ども子育て支援環境整備事業の中にある助成事業になりますけれど、主管は子ども家庭庁という形になります。ではどういった事業なのかといいますと、くるみん認定、くるみんプラス認定、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定、いろんな制度がちょっとあるんですけれど、これらの認定を取った中小事業主に対して助成金を支給するというものになります。実施期間についてはもうすでに行われているんですけれど、2021年令和3年から2027年令和9年の3月末までという形で、助成額は上限50万円という形になってきております。ではどういった事業に対して助成されるのかといいますと、中小企業の事業主が労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行った場合に助成をするというものになっております。具体的にはですね、育児休業取得の促進の取り組みですとか、子育てを支援するための取り組み、そして子育てをするための業務の負担の軽減、そして所定外労働時間の削減を図るための取り組み、そういったところの取り組みに対して助成を行っていくというものになります。では今回の対象になるくるみん認定ですけれど、どういった認定制度なのかといったところを見ていきたいと思います。くるみん認定制度というのは、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認証を受けるというものになっています。一般事業主行動計画を策定した企業のうち
計画に定めた目標を達成、そして一定の基準を満たした企業に対して自らの申請によりますけれど、くるみん認定というのは付与されるという形になっております。過去かなり制度改正がありまして、2015年にはプラチナくるみん認定という少しレベルの高い水準の認定制度が設けられている。そして2022年には水準が引き上げられた関係でトライくるみん認定という制度も創設をされています。ではどういった目標を定めなければいけないのかといいますと、例えばトライくるみんで言いますと、男性労働者の育児休業取得率 7% 以上の目標設定ですとか、女性労働者の育児休業取得率 75% 以上といった基準が設けられております。今全体の全国平均でいきますと、かなり取り組みやすい数値ではないかなというふうに思いますけれど、こういった目標を設定をして達成をすることで認定を取得をするという形になります。ではですね、このくるみん認定取得の前提となります一般事業主行動計画について少し見ていきたいと思います。一般事業主行動計画というのは認定と関係がなく、そもそも提出する義務があるというものになっております。対象事業者に関しては規模によって義務なのか努力義務なのかと分かれてきますが、この一般事業主行動計画というのは次世代育成支援対策推進法に基づいて行われるものになっております。この法律は次代の子どもを担う子どもたちが健やかに生まれて育成される環境を整備するために定められた法律という形で、創設当初につきましては10年の時限立法ではあったんですけれど、延長を重ねておりまして、直近では2025年令和7年までだったんですけれど、また国会で延長が承認されまして2035年まで延長されました。この法律の対象義務となるのは今現状、常時雇用する労働者が101人以上の会社という形になっておりまして、101人以上常時雇用する労働者がいる会社は、労働者の仕事と子育てに関する一般事業主行動計画を策定をして届け出をしなければいけない。なおかつ外部への公表、労働者への周知も行う必要があるという状況になっております。そしてこの次世代育成支援対策推進法、時限立法ではありますけれど延長されましたので、今現状義務対象101人以上になっておりますが、多分ここに関しては規模の縮小、撤廃というのは進められていくだろうと思いますので、今後はですね、100人以下の会社に関してもこの一般事業主行動計画を作成をするということが出てくるというふうに思います。そしてこの一般事業主行動計画ですけれど、どのような形で進めていくのかといいますと、特に決まったこれを書けという内容はなくてですね、まずは自社の現状、従業員のニーズを把握をするという作業が必要になってきます。その上でワークライフバランスの支援ですとか、労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促進、各企業の状況に応じたものを設定をして目標を定めるという形になります。そして目標は可能な限り定量的、数値的な目標にするという形になっております。そしてこういったものを提出をして目標達成をすることでくるみん認定というものを取得をするわけですけれど、今回の女性事業の概要ですが、まずはくるみん認定、くるみんプラス認定を取得をした場合、1回の認定について1回の助成という形になりまして、上限が50万円と。またプラチナくるみんプラスの認定を取った場合は、こちらはですね、認定が取り消されない限り認定を受けた翌年度から2026年令和8年度まで毎年助成をされるというものになりますので、非常にいいというふうに思っております。ではこのくるみん認定の制度、どのくらいの企業が取得をしているのかといいますと、2023年4月末の現状でくるみん認定を取得をしているのは4127社、
プラチナクルミンを認定を取っているのは549社という形ですけれど、こちら助成制度が始まったこともありまして、どんどん今増加傾向にあるという状況になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、今、男性の育児休業取得率というのがですね、2023年度は 30.1%、初めて3割を超えたという状況になっております。この急激に前回の 17.13% から 30.1% に大幅に伸びた要因としてはですね、産後パパ育休制度が創設されたといったところも後押しをされているところではありますけれど、2025年になりますと男性と女性ともに育児休業を取得をした場合の実質手取り10割というようなものもありますので、今後さらにですね、育児休業男性女性ともに増えていくのではないかというふうに思います。今後はですね、男性も女性も子育てをしながら働ける、選ばれるような職場づくりを作っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。